先日、石破首相がトランプ大統領と会談しましたが、成果がよく分かりませんでした。石破さんの OK な態度がクローズアップされていましたが、US シールの件も投資だと民間同士の問題に口出しをしてましたが、呂布さんとはあの会談に何を感じたものでしょうというか、僕、大成功だと思ってます。失敗をしなかったというのは成功であるという価値観なんですよね。多分何日かしたら R25 の方で、僕と R25 の編集長が話をした動画が出ると思うんですけど、例えばカナダとかメキシコって 20% の関税かけるぞって脅されてたんですよ。じゃあこうしますっていうので、じゃあ1ヶ月間だけ関税かけないでやるぜっていうので、捨て台詞をかれて、うわー助かったみたいな状態になってるんですけど、なので、下手をすると、関税 20% をかけるというのを発動した可能性があるんですよ。で、トランプ大統領というのは基本的に脅して相手からいろんなものを引き出すと。今日本が関税 20% をかけられたら株価だだ下がりで、日本の会社で企業が利益上げてるよねっていうのってほとんど輸出企業なんですよ。内需は別にそんなに強くなくて、インバウンド系の外国人向けの内需はそこまであったんですけど、基本的には日本人の大衆というのはお金が足りなくて、エンゲール係数って食費はどんどん増えているという状態なので、じゃあうまくいってます、トヨタとかってやっぱ海外で利益を上げてる会社なんですよ。で、日本の製品にアメリカ 20% 関税かけますよってなると、それは日本の製品アメリカに売れなくなりますと。で、なぜアメリカがじゃあそういう関税を受けるかっていうと、嫌がらせを日本にすることによって、いい条件を引き出したいからなんですよ。なので、そこで嫌がらせをされてしまうと、日本の株価がドーンと下がります。円安になります。で、さらにこう、経済悪くなるよねっていうので、円安になってしまうと、物買うのも高くなるので、結果として物価が上がりますっていうので、庶民の物価も上がるし、上場企業とかでも利益も減ってしまうし、めちゃめちゃ大変なことになる可能性があるんですよ。で、それを避けるだけでも僕は、石破首相結構グッジョブだと思ってるんですよ。でもこれが、それを避けられたよねという評価はされないんですよ。態度が悪かったよねとか、US スティールに関しては、それがじゃあ、買収ではなく投資という形になったよねとかで、結局何が手に入ったのかわからんよねとか、1兆ドル150兆円分ぐらい日本がアメリカに投資しますよみたいな話をして、日本からお金を払うことになるっていうので、石破首相はなんか、いろいろアメリカのなんかご機嫌を取っただけじゃないかというふうに言われてると思うんですけど、僕はご機嫌を取るというポジションをちゃんと取れたということが、石破首相グッジョブだと思ってるんですよ。トランプ大統領と安倍首相が仲良かったよねって話は皆さんご存知だと思うんですけど、で、トランプ大統領も全部を敵に回したらまずいよねというふうには分かってるんですよ。で、中国とロシアは基本的には敵対方向なんです。ロシアとトランプ大統領個人的には結構つながってるんじゃねっていうのはあるんですけど、アメリカという国としてロシアと仲良くしますっていうのは表立ってはやれませんと。中国はもう敵視しますっていうのを明確に言ってますと。で、ロシア、中国っていう核武装している大国の前に日本っていう細長い形でアメリカを守ってくれる壁があるんですよ。で、この壁は思いやり予算という形で在日米軍にやたらいっぱいお金を払ってくれるんですよ。なので、アメリカ軍の本来であればアメリカ人が払わなきゃいけない給料とか滞在費用とは日本が肩代わりして払ってくれるんですよ。ただ、だからといって調子に乗らせるとまずいので、お前、俺の手下だよな。何言っても言う通りになるよな。はい、そうですっていう犬になってると、トランプ大統領としては、こいつはじゃあ置いといた方がいいよね。敵対視させない方がいいよねっていうことで、古文として置いてくれるんですよ。なので、その古文ポジションをいかに取りに行くかっていうので、安倍首相めっちゃ頑張ったんですよ。この話前もしたと思うんですけど、安倍首相とトランプ大統領がゴルフに行ってるっていうのがあって、トランプ大統領は横の誰かと話してる時に、安倍首相がバンカーかなんかにこけて転がり落ちちゃったんですよ。で、落ちた後に安倍首相必死で走ってトランプ大統領に追いつくんですけど、トランプ大統領気づいてもいないんですよ。っていうぐらい手下ムーブをしてるんですよ。で、これが格好悪いとかっていうやついるんだけど、そこで格好つけるよりもトランプ大統領の機嫌を取った方が日本の国益になるよねっていうのを考えて必死で走ったんだと思うんですよ。何も考えないで必死で走ったのかもしれないけど、少なくともそこで格好つける必要はない。俺に必要なのはこれだっていうのをやれたっていうところが僕はやっぱ安倍首相偉いなと思うんですよ。で、石破首相がずっとなんかニヤニヤしてて手下のように扱われても怒りもしなかったし、日本としての威厳もないよね、恥ずかしいよねっていうふうに言う人もいるんですけど、僕は日本のためにちゃんと犬でやると平行なムーブをしたっていうのは僕は正しいと思ってるんですよ。世間の人は評価しないかもしれないですけど、その 20% 関税かけれなくて、で実際じゃあ日本がアメリカに投資します150兆円ですって日本政府が投資するわけないじゃん。だって投資っていうのは
民間企業がやることが投資で、日本政府が Google 買いますとかできるわけないし、やってもいいんだけど。なので、本来投資というのは民間がやるものなんですよ。日本に帰ってきた後に、じゃあ投資っていうのは何ですか、民間任せなんですかっていうので、石破首相が民間任せですみたいなこと言ったんですけど、それはそうだよ。民間がやるんだから。で、実際なんか NISA とかで、日本人もなんか SP500 とかオルカンとかで、アメリカに投資してるじゃないですか。確かね、NISA のね、投資額の、NISA の個人投資でアメリカに投資してる額で40兆円ぐらいあるらしいんですよね。日本ってどんどんこう円安だよねとか、日本の会社に投資するよりも国外投資した方がいいよねってことになって、結果としてアメリカへの投資の額ってずっと増えてるんですよ。で、個人ですら多分40兆円とかあるので、法人投資とか日本の機関とか生命保険会社とかファンドとかも入れたらもう全然150兆円いくんじゃねえっていう気がするので、なのでそんなになんか石破首相が日本のお金を使ってとか納税者のお金を使ってとかじゃなくても、普通に150兆円ぐらいいくんじゃねえのって気がしますけどね。はい。で、これが150兆円ぐらいっていうのが、は簡単で、1兆ドルの方が難しいんですよ。なんで1兆ドルの方が難しいかというと、1兆150兆円なんですけど、1ドル150円なんでね。で、円安に多分なっちゃうんですよ。今後は関税をかけてるおかげでアメリカの物価というのは上がっていきますと。なんでインフレになりますと。で、インフレになった結果、アメリカのものはどんどん高くなるので、結果として円安になってしまうよねと。で、円安になった時に、1ドル150円が1ドル180円になると、もうそれだけで20% 分投資したことになっちゃうんですよ。いや、日本円としては1兆ドルを投資したものが日本円にすると150兆円なんですけど、円安になっただけで1兆ドルが180兆円分になって30兆円多く投資したということになるんですよ、円換算。なので、実は円換算でいくと、投資額増えるっていうのは結構簡単なんじゃないかなと思いますけどね。USAID についての見解をお聞きしたいです。USAID っていうアメリカが世界中に対していろいろな支援をしているっていうのがあるんですけど、で、それをイーロン・マスクさんが、もうこれ全部やめるわっつってぶっ潰したんですけど、で、なんかそれをぶっ潰したということで、なんかやんややんやというのがいろんなところで言われてるんですけど、実際 USAID が具体的にどこにどういうお金を払っていたのかっていうのがまだ明確になってないんですよね。で、明確になってる範囲でいくと、シリアの難民が暮らしている中東のどっかに対する支援がなくなるので、結果としてそこら辺の ISIS の戦闘員だった人とかがなんかもう一回盛り返すんじゃないかって言われていて、難民の生活というのができなくなるので、結果としてその ISIS の人たちの奴隷のように扱われてしまうというのが今後起こり得るので、それは良くないんじゃないかというのが言われていて、確かにそれはあるだろうなっていうのはあるので、なのでただアメリカとしては知ったこっちゃないよねっていうのがトランプ大統領の考え方なので、それは起こり得るだろうなと。日本の宗教に USAID は出てたんだみたいなことをツイッター上でとかで書いてる人はいるんですけど、僕実際の証拠を見たことないんですよ。USAID でこれだけもらってましたっていうとか、払ってましたっていう証拠がない中で、こいつらもらってたはずで、でも USAID がなくなったから困ってるはずだみたいなのをなんか勝手に決めつけて言ってる人たちっていうのがいるのが今のところ僕が見てる USAID 関連の情報なので、創価学会が USAID もらっていたんだみたいなのを書いてる人はいるんですけど、出してましたとかもらってましたという一時情報がないので、未だになんかみんながみんな言いたいことを言っているという、実態どうなのってわからないって話だと思います。結局なんか自分たちの言い分がある人がそれに対して乗っかってるというだけで、具体的な話についてはあんまり出ないと思うんですけど、で、僕の予想ですけど、USAID どちらかというと、南米とかアフリカとか中東とか、きな臭い地域に対して支援だったり、例えばその、オサマ・ビンラディンという人が、CIA の予算で訓練してたんですよね。で、オサマ・ビンラディンという人がその後アメリカの911事件でアメリカを襲うっていうのをやったんですけど、でもああいうところの予算っていうのが CIA 経由で出た予算で、そこら辺 CIA 解体するとか USAID やめるとかっていうので、ああいうものに関する予算っていうのは多分なくなると思うんですよ。じゃあ日本で CIA 予算で何かやりましたとかっていうのはあんま聞いたことがないので、ただ戦後はあったと思います。戦後にその統一教会絡みでいろいろあった時に、あれだよね、岸さんか。もともと日本の刑務所にいて、戦犯として刑務所にいたけど、その後 CIA に支援された形で総理大臣になって、岸信介さん、自民党、岸信介、はい。あそこら辺は CIA の予算もらったという説があって、一応証拠はないのかな。アメリカに言われる通りにやっていて、で、結果としてアメリカの言いなりになって、自衛隊っていうか、もともと軍隊作らないって話だったけど、朝鮮戦争でお前らもなんか軍隊作れやって言われて、警察予備隊作りますとか、年次改革要望書みたいな形で、アメリカがこれやれやって言って、何年か経つと、大体それが日本で法制化されるっていう。例えばもともと日本ってバイク2人乗りをして、高速道
道路に乗っちゃいけなかったんですよね。でもアメリカのハーレー・ダビッドソンを輸出したいアメリカの人たちが年次改革要望書で、日本の高速道路でも2人乗りできるようにしろや、そしたらハーレー・ダビッドソン売れるんじゃねっていうので、そういうのを法制化しろやって言って、日本で高速道路でも2人乗りをすることが可能になったんですけど、別にハーレー・ダビッドソンの売り上げは増えなかったっていうわけのわかんない要望もあるんですけど、そういうわけのわかんない要望でもアメリカ様が年次改革要望書で言われたんだったらやるっていうのが結構ずっと続いてるんですよね。なのでそこら辺の予算はあるんじゃねえのっていうのは確かにそうだと思うんですけど、そういう形で年次改革要望書みたいな、もう堂々と出してきてるんですよ、アメリカって。日本にこれやれやっていうのは。陰謀論的な、こっそりどこかの組織にお金を払ってとかではなく、普通に要望してくるので、あんまり陰謀論で当たってるものはないんじゃないかなと思いますけども。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。